聞こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて今月のテーマ、賢い医師生活 OST の1曲目はクォンジナさんの Lonely Night という曲を歌います。この曲はシーズン1のエピソード1から出てくる、一番最初の曲なんですけれども、クォンジナさんの切なく美しい歌声が素晴らしくて、悲しいシーンでこの曲がかかるとね、もう本当に涙を誘ってくる曲ですよね。リクエストをくださったカモシンさんのメッセージ紹介の時にも少しお話ししたんですが、この曲はもともとプファル復活というロックバンドの曲で、原曲はとってもロックな曲なんですよ。でも OST では発声も表現もテンポもガラッと変えて、完全にクォンジナさんの世界観になっていますよね。私は最初聞いた時に、あれこれプアルの曲かなって最初分かんなかったぐらいでした。クォンジナさんのカバーを聞いて、こんなにメロディーが美しい曲だったんだなということに気づかされましたね。今回はクォンジナさんに倣ってカバーしたんですけれども、せっかくなのでね、原曲のプファル復活というバンドの紹介をしたいと思います。プファルについてはライブの皇帝イ・スンチョルさんを紹介する回でも少しお話ししたんですけれども、1985年デビューの韓国を代表するロックバンドの一つです。ギターと作詞作曲を主に担当されているキム・テウォンさんを中心に、時代ごとにメンバーが入れ替わりながら現在も活動されています。なんと今年37周年だそうですね。すごいですよね。そして今日カバーする曲 Lonely Night は1997年に発表された復活プファルのアルバム第5週のタイトル曲です。このアルバムからパク・ワンギュさんがボーカルとして加入するんですね。ちなみに第1、2週アルバムのボーカルがイ・スンチョルさんで、第3週ではキム・ジェギさん、第4週ではキム・ジェヒさんがボーカルを担当されていたので、パク・ワンギュさんはプファルの4代目のボーカルということになります。メンバーが変わっていっても作詞作曲やバンドのサウンド作りはずっとキム・テウォンさんが中心にされているので、プファルのサウンドはある種の一貫性がありながらも、メンバーの変更とか時代によって曲が変遷していくっていう感じもあって、聞いてみるとね、これ非常に面白いですよ。そしてロンリーナイトはパク・ワンギュさんのボーカルの世界観と歌唱技術を世に知らしめた曲ですね。これがパク・ワンギュのボーカルだっていうのね、名刺代わりになるような曲だと思います。一言で言うと、とにかくキーが高いです。なんとこの原曲はクォンジナさんのカバーのプラス1キーなんですよ。パク・ワンギュさんはね、男性なんですよ。でクォンジナさんも決してキーは低くないんですけれども、女性歌手よりもプラス1キー高いキーで原曲を出したっていうことなんですよ。発表当初から超高音域で歌う様子っていうのがとても話題になったんですね。で発声スタイルとしてはヘビーメタルのボーカリストに近くて、当時ね、韓国にもヘビメタマニアの方々がいらっしゃったようで、このパク・ワンギュさんのボーカルを聞いてですね、ついに我が国でもヘビーメタルを歌えるような歌手が出てきたということでね、ヘビメタマニアはとても歓喜していたそうです。一説によりますと、レコーディングではフレーズごとに分けながら歌っていったそうなんですね。パク・ワンギュさんにとってもさすがにこのプラス1キーは高かったようで、ライブでは一つキーを下げて、つまりクォンジナさんと同じキーで歌っていることが多いです。それでもめちゃくちゃ高いんですけどね。で概要欄にパク・ワンギュさんの歌唱動画のリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。そして世の中にこういう曲が出るとですね、高い声に自信がある男性陣はカラオケで挑戦したくなるわけですよね。でこのロンリーナイトも当時の代表的な挑戦曲
トジョン国というんですけど、その挑戦曲だったようで、ナムウィキというね韓国のウィキペディアみたいなサイトを参照したところ、高音自慢やプライドのために歌う人が多かったけれど、ちゃんと歌えない場合、聴く人にとっては苦行でしかない。途中からキーが上がるのではなく、出だしから高いので最初の音から無理な場合も多い。鼓膜テロの定番曲と書いてあってちょっと笑ってしまいました。この鼓膜テロっていう言葉が面白くてですね。で、ドラマ賢い医師生活の中で、大学の新入生歓迎会で上級生がこの曲を歌って披露しているところに、もうそれが聞くのに耐えられなくなっちゃって、ククズたちが会場から逃げ出すっていうシーンがあるんですけれども、これがまさにね鼓膜テロだったっていうことなんでしょうね。なのであのシーンをククズと同世代の韓国の方が見たら、こうやってロンリーナイトを歌って鼓膜テロしてくるやついたわみたいに多分懐かしくなるんだと思いますね。では続いて歌詞の内容紹介に入っていきます。この曲は題名の通り、去ってしまった彼女を思い出す寂しい夜ですね、ロンリーナイトのことを歌っております。まず出だしの部分の歌詞です。이런 시간엔 더 그리워、こんな時間にはさらに恋しくなる。홀로 남는 이 순간、一人残るこの瞬間。떠난 줄 알면서도、去ったと分かっていながらも、자꾸 떠오르는 너、何度も思い浮かぶ君という内容です。こういったなんか寂しい感じの歌詞なんで、歌詞の内容からはしっとりと歌い上げるクオンジナさんの歌い方もよく合うと思いますね。そしてサビの部分の歌詞、Lonely Night, Lonely Night、 떠나던 그 모습이 남았던、 去っていったその姿が残っていた。 Lonely Night, So Lonely Night、 기억 속에 남은 모습으로、 記憶の中に残った姿でという歌詞です。去っていた彼女の後ろ姿をずっと恋しく思っている様子っていうのが繰り返されるような歌詞なんですね。プファルの原曲はもちろん恋愛をテーマに書かれた曲だと思うんですけれども、ドラマ賢い医師生活の舞台は病院だったじゃないですか。なのでこの去っていく後ろ姿が恋しいっていう表現がですね、患者さんが亡くなった時に現世から去っていってしまう様子っていう意味にも私はちょっと聞こえて、個人的にとっても印象深い OST の一曲でございました。では曲を聴いてみてください。クオンジナさんのロンリーナイトをカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。普通に女性が歌っても結構高く感じる音域の曲ですよね。クオンジナさんはユーヒヨル先生の月に今日何をしてたか言ってみてという曲をカバーした時に紹介したんですけれども、発声が非常にエアリーというかですね、空気を多く混ぜて歌います。そしてその音色が個性的でとっても美しいんですね。なので今回私もなるべくクオンジナさんの歌い方を真似してみたんですけど、息を混ぜながら歌うとこれ当然なんですけど息の消費量が激しいんですよね。でいっぱい空気を吸ってもすぐ出ていっちゃうので、かなり息継ぎの時にいっぱい吸わないと声が続かないので大変でしたで今回ねレコーディングの時のブレス音も削らずにもそのまま残してるので、特に前半部分はめっちゃ息を吸ってるのが聞こえると思います。曲の最後に向かうにつれてだんだん声を太くしていってダイナミックに発声したんですけれども、実は体力面では声を張って大きな声で歌ってる時の方が楽だったりするんですよね。今回この曲をカバーしてみてクオンジナさんはさすが若くて体力もあるなと思いましたね。私もガチさですけれども頑張っていきたいと思いました。今日また YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕の方でお楽しみください。
概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。いい長さだ。よかった。